お前みたいな50代の平が首切られなかっただけマシなんじゃないか。長年開発の仕事をしていた俺は突如として子会社の営業に移動させられた。戸惑う俺を見てニヤニヤと笑う上司。それからの俺は50代にして初めての仕事に飲み込まれ疲れ果ててやる気も失いかけていた。そんな時、同僚と待ち合わせをしていたカフェで元上司と偶然再会した。お前さ、カフェから出て行けよ。営業妨害だろ。冴えない親父がコーヒー一杯で粘ったら。元上司に見下され、馬鹿にされる俺だったが、同僚が現れたことで事態が一変した。あなた、クビになるかもしれませんよ。同僚の告げた言葉に青ざめる上司。そして上司を怯えさせる同僚の正体に、俺は驚きを隠しきれなかった。俺の名前は豊原二郎。50代でバリバリの平社員だ。新卒で入社した某文房具メーカー一筋の社歴を誇り、20代後半で商品開発部に異動になってからは、日夜開発に励む毎日を送っている。私生活では独身を貫き、一人細々生きている。冴えない平社員の俺の自慢は、意外と洒落た経歴を持っていること。大学は芸術系で、商業、工業デザインを専攻していた。日常生活で使うもののデザインを考える分野だっただけに、就活では文房具や生活用品メーカーを志望した。無事に今の会社に入り、商品開発部にたどり着くまで少し時間はかかったが、自分のささやかな自慢と経歴を生かして働けている。頭の中にイメージを膨らませ、簡単なデザイン画を描く。部の会議で発表するまでのそんな手順や、実際に開発が決まってからの試行錯誤の時間も、俺にとっては苦ではない。地道に何かに打ち込むというのが嫌いじゃなかった。それに人前で生き生きと振る舞うのは性に合わない自分には、職人のようにいられる今は最高だ。それでも、この快活さがないというのはたまに傷だ。出世に縁がないのは、この性格によるところが大きい。今期も好調だな。相変わらず、俺が発案した手帳もヒットを続けてる。それだけじゃない。ロングセラーも多いからな。まだまだいけるぞ。ええ、そうですね。このままをキープしたいですね。なんだよ。俺がいれば平気なんだよ。君たちも変わらずアイデアを出してくれよな。張りのある声で同僚と部下を鼓舞するのは同期入社の高島だ。今や俺の直属の上司にまで出世している。名門国立大学出身、リーダーシップがあり、仕事の要領は抜群に良い。本人もその自覚はたっぷりで、謙遜を知らず、自分のすべてを鼻にかけている。おう、豊原、お前もな、頼んだぞ。期待してるんだからな。ああ、わかってる。上司と部下である前にフラットな関係。高島に一方的に言われて、俺たちはあくまでも同期として付き合っている。そう言うと仲がいいように思われるかもしれないが、実際は高島に見下されていた。お前の発想力はさ、さすがなんだよ。やっぱり芸大では違う。うちはな、お前の頭にかかってるんだ。そうか。じゃあまあ、頑張るよ。気のない返事をしながら、デスクから歩き去る高島を眺める。頼れるリーダーで仕事の要領がいい高島。しかし、要領の良さというのは良い意味で言っているわけではない。
お前の考えた卓上メモのアイデアとプランニング、俺の案として出すから。あ、お前だと推しが弱いだろ？俺はプレゼンもうまいし、考えもまとめられるからさ。だから、俺がもらうからな。商品開発部に二人揃って移動したタイミングから、高島は悪度さを発揮した。俺や同僚のアイデアや意見をかすめ取り、自分のものとする。そして成果を上げ、手柄までかっさらってしまう。あれよあれよという間に、その独自の要領の良さで高島は出世した。今では商品開発部を束ね上げ、社内の注目株とまで言われている。もっとも実態は部の支配者。励まされるように声をかけられる部下たちも、アイデアと商品デザインを盗まれて、何の恩恵にも預かれない。俺みたいに意思を通せないと世の中渡れないんだよ。ああ、はい、高島の言葉に部下の誰もがうつろな目で棒読みの返事しかしない。反抗しても高島の強さに勝てる者はいない。ここはアイデアを売り、商品を生み出す部署なんだ。一人一人の頭脳が大切なんだ。頑張って働いてくれよ。自分の手柄のためにという言葉が聞こえてきた気がする。高島にいいように振り回され、俺は息を潜めて仕事をしていた。そんなある日の朝、豊原さん、辞令が出ているようです。首をかしげた後輩が挨拶も忘れ、こんなことを言ってきた。豊原さんが営業に異動だって何も聞いてませんよね。困惑した様子の後輩の言葉に俺も驚く。寝耳に水の話だ。自分が異動の対象となった理由がわからない。なんで？異動なの？俺。後輩はプリントされた異動辞令を俺に見せた。この通りなんですよ。と言い、さらにまた首をかしげる。これ、子会社へ行けってことか？ってことは、営業所勤務か？だと思いますけど。そうなんだよ、豊原。俺と後輩の背後から現れた高島が異動辞令を手にしてほくそ笑む。辞令を見て思った通り、営業を担う専門の子会社へ異動だった。これまでに営業系の部署での経験はなく、なぜこんなことになったのかわからない。後輩のように首をかしげ、高島に尋ねると、ため息をつかれた。俺に聞かれても、上が決めてるんだ。深くは知らない。そんな。頭の中が整理できない俺は、言葉も告げず、なぜだ、とだけ思い浮かべていた。そんな中、高島だけはよく口が回った。けどな、お前みたいな50代の平が首切られなかっただけマシなんじゃないか？俺を哀れむように見ながら、ポンと肩を叩いて笑う。そして移動までの間に業務を誰かに引き継ぎ、荷物をまとめろと命じた。会社に異議申し立てをするような気の強さはない。気づけば高島に従っていた。50代、初めての営業。子会社に移動した俺は目が回りそうになった。何の知識も営業の基本ルールさえままならない俺には、やることのすべてが違う惑星の習慣に思える。商品開発部でぼんやりと意識していた程度の原価や卸値というものが、営業となると瞬時に引き出せないとならない。豊原さん、この間の商談相手に提示した金額、どこから算出してるんですか？見積もり持って出てますよね。
もしかして計算が違ってませんか？そうかもしれない。すみません。同僚のほとんどは俺よりも年下で、仕事に不慣れで営業の立ち回りができない俺に困っていた。俺にやる気と誰にでも従う息はあっても、実際には頭も体もうまく追いつかない。もともと目立たずにひっそりとしているのは得意。周囲に迷惑をかけている実感から、俺は次第に営業所内で存在感を消し、同僚のサポートに徹してお茶を濁すようになった。それは入社以来初めての仕事をしている充実感のない日々だった。家にいても趣味すらこれと言ってなく、休日も自分のことに身が入らない。そんな時、ふと流し見ていたテレビの情報番組が目に留まった。ある芸能人が暇があればウォーキングをしていると熱心に話していた。時間を見つけては歩いてネタになりそうな物事を探しているんだそうだ。俺もやってみようかな。もしかしたら仕事の足しになるかもしれない。ならなかったとしても健康にはいいだろう。話していた芸能人が同世代で、俺はそこに親近感を覚え、その人に習ってみることにした。休日、近所の大きな公園で1時間のウォーキングから始める。日頃の運動不足のせいか、最初のうちは10分もしないうちに疲れて帰りたい気分にもなったが、慣れてくると確かに心地よかった。体は絞れていき、頭も芯から目が覚める。なんとなく人の真似から始まった新習慣はいつの間にか2ヶ月も続いていた。いつもの休日、いつものコースを歩いていると、若いランナーの女性が追い越していった。俺はなんとなく女性の背中を見送っていたが、数十メートル先でその女性が突然転んだ。立ち上がるだろうと見ていたが、足を痛めたのか、その場で座ったままだ。俺は急いで駆けつけて女性に手を貸した。すみません。いえ、大丈夫ですか？ちょっとひねったみたいで。俺は山口と名乗った女性を公園近くの整形外科まで送り届けた。手持ち無沙汰でなんとなく診察が終わるまで待ち、会計待ちの間にお礼を言われる。すると山口さんが俺に見覚えがあると言い出した。そのうちに俺と山口さんが同じ会社に勤めていて、同じ営業所内にいることが分かった。じゃあ、豊原さんは営業の方ってことですね。私は経理にいます。じゃあ、何かとお世話になってそうですね。当たり障りのない会話でその日は終わり、後日会社で再会すると改めてお礼をされた。顔見知りになると、それまで接点がなくても、挨拶や世間話程度する相手になる。山口さんとは部署違いの同僚になり、食堂で会えば近況報告などする関係になっていった。じゃあ、あの卓上メモカレンダーの開発は豊原さんが？ある日、二人でお気に入りの自社製品の話題になった。私あれ、本当に画期的だと感動したんです。山口さんが興奮気味に語る。俺が発案しデザインを手掛けた卓上メモカレンダー。発売は数年前だったが、自社製品の中ではベストセラー商品で定番にもなっていた。カレンダーに付箋が付属していて、書き込みを自由自在に切り貼りして使える。さらにスマホで読み込めるコードも付属していて、その機能でデジタルメモにも転化可能。安価だがコスパもよく評判だった。けどあれ。
それまで嬉しそうにしていた山口さんが何か思い出したかのようにつぶやいた。あの製品の開発者名って、豊原さんじゃなかったような、確か開発部の部長の高島さんって。ああ、ええ。社内では周知の事実と化した情報に、俺は当時の無念さをぶり返してため息をつく。山口さんが感動した卓上メモカレンダーのアイデアとデザインは、高島に奪い取られたものだった。そのことを忘れて、自社製品への思い入れを語るうちに、俺もつい自分の手柄を柄にもなく自慢してしまっていた。事情を知らない山口さんには、わけがわからない話だろう。現に山口さんは不思議そうな顔で俺を見ている。けど、そういうことなら、豊原さんは本社で商品開発部にいたんですか？そうなんですよ。じゃあ、どうしてここで今は営業なんですか？それはまあ、例の開発者とされた高島部長に言われて、眉間にシワを寄せた山口さんは、俺に少し身を乗り出すと断りを入れてから根掘り葉掘り質問をぶつけた。今時のはっきりした女性というか、そういう性格なのか。疑問を解消しないと嫌とでも言うように、俺の身の上を洗い出す。じゃあ、ある日突然、ここに行けと言われたんですか？まあ、そうですね。俺が本社商品開発部の実態を漏らすと、山口さんがつぶやいた。信じられない。え？なんでそんな好き勝手が許せません。けど、まあ、部長の気の強さはどうにも。それで片付けていい問題じゃないですよ。まあ、それはね。山口さんの怒りに圧倒されていると仕事に戻る時間になってしまった。悪いとは思いつつも、俺は少し疲れていた。山口さんの勢いに当たったような、そんな感覚。山口さんは軽く興奮を残して早足で廊下の奥に消えていった。そんなことがあった翌週の週末。話があります。と山口さんから呼び出された。待ち合わせ場所は繁華街の洒落たカフェだった。山口さんの到着はまだで、俺は案内されるがまま通りに面した窓辺の席に座らされた。ひとまずコーヒーを頼み、ちびちびすすりながら山口さんを待つ。なんだ、ここには似つかわしくないおっさんがいたもんだ。カップを持ったまま振り向くと、半笑いの高島が立っていた。その隣には、若くすらりとしたショートカットの女性がいる。きつめの印象を漂わせた目元と鼻筋が通った顔立ち。ここだけ別空間みたいだよな。そうだね。高島の言うことに女性がクスクスと笑った。女性は俺が覚えている高島の奥さんではなかった。そもそも年齢が合わない。高島に娘がいるとも聞いていないし、独特の密着感というか、その雰囲気からして世間に知られてはならぬ付き合いの相手だろうと思った。高島と女性は俺の隣の席に通され腰を下ろす。お前さ、カフェに失礼だから出て行けよ。営業妨害だろ。冴えない親父がコーヒー一杯で粘ったら。俺を追っ払おうとしているのか、高島はスラスラと暴言を吐く。人を待っていると言っても、持ち前の強引さで何も聞かず俺を追い立てようとした。すみません、お待たせしました。俺と高島が小競り合いをしていると、そこに山口さんが飛び込んできた。お、何？あんたがこいつの待ち人？へえ、あんた
若いのに、こんな男が好み？高島の遠慮知らずは山口さんにも容赦なく向けられた。俺と山口さんを交互に指して笑い、連れの女性も同じ態度だった。すみません、豊原さん、お待たせしてしまって。ああ、いいえ、こちらこそ騒がしくて。おい、さっさと出て行けよ。山口さんは席につき、高島に冷たい視線を送っていたが、高島は変わらず突っかかっていた。これ以上騒ぐようなら、店員に間へ入ってもらうか。俺だけが落ち着かずにいると、山口さんが静かに高島を制した。本社商品開発部の高島力也部長ですね。何？人違いでしたか？いや、間違ってないけど。山口さんは自分のペースに持ち込み、高島に自己紹介をした。俺が異動になった子会社の経理職の社員で、今日は俺と話をするところだったが、幸運にも高島にも会えた。そんなことまで一気に言うと、山口さんは高島を見てはっきりと告げた。高島部長、近日中にあなたには処分が下ります。よかったですね。事前に知ることができて。は？あなたが商品開発部で部下と同僚へパワハラを行っている申し立てがありましたので、私から社内調査を依頼しました。その結果です。は？なんだよ、その言いがかり。山口さんの通告に高島が食ってかかる。席から立ち上がり、今にも山口さんに掴みかかりそうになっていた。俺は慌ててそれを止める。なんなんだよ。あんた、子会社の経理なんだろ？それがなんで、そんな勝手なことするんだよ。俺に抑えられていても、高島は喋り続けた。おい、誰に吹き込まれたか知らねえけど、冗談じゃないぞ。事実無根、名誉毀損だよ。高島は吠え、カフェにいる人たちの視線を集めていた。俺はカフェの店員に目配せで謝り、時が過ぎていくのに身を任せるしかないと腹をくくる。山口さんはとにかく冷静で、高島の主張を聞き終わってから口を開いた。あなたの悪評はでっち上げられたわけではありません。調査の結果、事実と証明されました。同僚、部下の皆さんから開発案やプランを盗んだこと、商品開発者として自らを申請し、報奨金などを不正に取得していたこと。それから、豊原さんの異動に関してですが、高島部長は本社人事部に、豊原さん自身が営業へ移動を希望しているという話を通したそうですね。そして、移動希望の書面を偽造もなさった。大胆ですね。おい。さっき言いましたけど、調査の結果で言うとあなたの負けです。ああ。すみません、豊原さん。本当は豊原さんに先にお伝えするつもりでいたんですけど。ああ、いいや。あまりの展開にちょっとびっくりして。高島は呆然として、連れの女性はいぶかしげに周りを眺める。山口さんはそれを一別すると思いがけないことを言い出した。実は私、初めて自分のコネを使いました。コネ？実は私、本社の社長の姪なんですよね。社長は叔父で、まあ、私はコネ入社ってやつで就職してるんです。そうなんですか。驚きのあまり、俺はまじまじと山口さんの顔を見つめてしまう。だから、目立たず静かに仕事をしようとしてるんですけど、
今回は理不尽な話に黙っていられなくて、おじに密告してしまいました。おい、そんな、待ってくれ。山口さんの正体に肝を冷やしたらしい高島は、山口さんに命乞いにも見える媚びを売ろうとした。しかし、それを跳ねのけられ、完全に立場を失った。連れの女性に声をかけ、そそくさとカフェを出ていく。本当にすみません。遅れて、しかも話の順番がめちゃくちゃになって。本来は先に豊原さんに高島部長の件をお話ししたかったんですが。それはまあ、高島が偶然ここにいましたからね。ええ、誤算でした。首を振りながら山口さんは紅茶を飲んだ。俺もコーヒーを飲んだが、すっかり冷めきっていた。俺は飲み物を頼み直し、ゆっくりと話を聞いた。山口さんは、俺から本社商品開発部に関する告発を受けたその日、叔父である本社の社長にすべてを報告していたようだ。そこから社長もすぐに動き、高島の知らないところで社内調査が進行した。そして山口さんが言った通り、商品開発部内の証言と告発の声、俺の偽の異動希望書類が証拠として見つかり、あっという間に高島の処分が決まったそうだ。高島はパワハラを理由に処分されるが、俺の異動はそもそも無効。なので、商品開発部へ復帰するのが妥当と判断された。本当ですか？ぜひ、商品開発部に復帰して、またヒット商品を作り出していただきたいと、叔父というか社長は申しておりました。その後、正式事例が出て、バタバタと本社に戻り、商品開発部のデスクに荷物を広げ直した。高島は役職を剥奪され、地方支社へ左遷となっていた。他部署の同期から聞いた話では、今回の騒動と並行して、プライベートでも不倫がバレて、奥さんに見下り犯を突きつけられたらしい。離婚をして、慰謝料も請求されているようだ。ものの見事な転落劇だが、自業自得だから仕方がない。俺はというと、そんな高島の後任として部長に就任した。正式にこれまでの開発実績と会社への貢献が認められる運びとなり、評価も正当に行ってもらえたのだ。そのおかげで今はとにかく忙しい。そんな中でも山口さんとは交流を持ち続けている。若い人の意見を代弁してもらいながら新商品のヒントをもらっている。山口さんがいなければ会社で大逆転の人生を手に入れられなかった。年齢差や立場に関係なく、彼女には本当に感謝している。恩返しとして、これからも開発一筋に生きるつもりだ。開発部復帰1号として、まずは山口さんが欲しいというものを作り出してみようと思う。